もうちょっといくね。この運営情報っていうのが2025年の試験でも出題されたんですよと。もうちょっと言うと、居宅介護支援の調査項目としてどれですかって出たんですよ。もう知らんがな状態ですね。なんせ情報の公表というのは居宅介護支援だけがやるものじゃないからです。訪問介護も通所介護も短期入所生活介護も施設もやるんですよ。そのうちの居宅介護支援の調査項目って何やっていうふうに出たんですね。で、知らんがな状態になったわけですけども、これをね、後でちょっと問題トレーニングのところでやりますけども、その時に言いますね。先に言っとくと、居宅介護支援がやることっていうのを想像すれば、解けたんです、実際はね。ただ、これからもね、2021年にも同じように出ているので、今後もね、出ないとも限らないということで、今のうちに倒そうねと。だからこの運営情報についてね、今日はね、深掘りしていきましょう。ね。じゃあちょっといくよ。じゃあ運営情報の項目って、大中小の3つの項目に分かれてるんです。で、今これ大項目なんですけど、これ無視でいいです。もうメモもしなくていいです。覚えなくてもいいです。不運でいいです。これは気にしなくていいです。ちなみに一応紹介しておくと、大項目の1は介護サービスの内容に関する事項。大項目の2は事業所または施設の運営状況に関する事項ってことね。別にもうこれは内容の話ですから、全くいらないです。次が大事。これですね。中項目ってやつ。これ8個あるんですよ。読み上げますね。1番、利用者の権利擁護に関する項目ね。2番、サービスの質の確保への取り組み。3番、相談苦情等への対応。4番、外部機関との連携。5番、事業運営管理。6番、安全衛生管理等。7番、従業者の研修等。8番、財務諸表っていうふうになっています。今までは7番だったんですけど、令和6年にね、8番の財務諸表っていうのも加わりました。財務諸表って僕もようわからんと思ったんですけど、要はお金の出入りですね。貸借対照表って言ってね、どんだけお金入ってどんだけ出たのみたいなのをもう出しなさいよというふうになりましたね。なんでそこまでと言うと、よくわかんないんですけど、それが増えたんだということで、7項目から8項目になったんだなというふうに抑えましょうね。で、これをね、この先にこっち見せておくと、これ見て、これね、小項目でこれ33個あるんですよ。小項目。めっちゃあるんですよ。しかもこれ今出てるものって、居宅介護支援の調査項目です。こっから出たんですよ、試験。一応これ、画面止めて、興味あったら見てもらったらいいんですけどね、覚えるのは、ちょっと戻すよ。覚えるのはこれでいきましょう。中項目で。なんでこっちじゃないのっていうとね、他の出たら私わかんないよって思うと思うんですよ。今回はね、色つけてるやつが出たんですね。だけど、つけてないものが出た時どうすんのよなんですけど、それも含めてね、僕は中項目で覚えて判断するのが正しいと思いますので、今日はね、ちょっとそれも練習しましょうね。で、この出たものに関しては、問題で出会った時に押さえたりするといいと思います。あとは、中項目の柱にどれに当てはまるのかっていうのを目に入れておくだけで十分かなと思いますね。でね、止めて見てみてください。興味があったらね。で、中項目のこの8項目を言えるようにして、これがそれぞれどういう風になっているかっていうのをこう後で分けているのでね、見ながらね、覚えて、この1、2、3、4、5、6、7、8が覚えていればね、あとはね、ここにあったな、確かあったなってしやすいですね。なんもないから分かんないんですよ。33個、うわ、分かんない、知らない、どこにあんのってなるので、それをね、困らないようにしようねっていうことです。いいかな。ちょっと参考までにやっておくとね、利用者のプライバシーの保護のための取り組みの状況、あと赤のとこね、入退院または入退所にあたっての支援のための取り組みの状況、これ2021年に出題されました。いずれも、これはサービスの質の確保について問われたんですね。で、2025年は今年ですね、要介護認定等の申請にかかる援助の取り組みの状況と、公正中立な当該サービスのための取り組みの状況について出ました。これもサービスの質の確保について問われましたね。で、被ってたのが、このサービス担当者会議の開催等の状況なんですよ。どちらでも出てます。2021も2025も。だから2021を解いてた人はね、もしかしたら解けたかもっていうのはあるんですけどね。これちなみに外部連携に関することだったんですね。4番っていうのはね。なので、こっちを覚えるよりは、もうこの8項目覚えたらいいと思います。あまりにも33個覚えるにはコスパが悪いんですよ。実際出るか出ないかもそこまで鬼のように品質ではないし、出たとしても選ぶだけなので、ひねりも応用もないんですよ。なので、イメージ暗記でこういうのを8項目覚えた上で紐付けしていくというのが最も効率がよく有効だと思われます。ということで、第3章までは終わり。では、いよいよね、第4章に入っていきたいと思います。情報公表の暗記法ですね。で、覚えるならどこっていう話ですけども、これさっき言いましたね。中項目について暗記しましょうと。これを言えるようにすればいいと思います。で、イメージ暗記法っていうのをこれから使いますね。普通の暗記法っていうのは反復するとかね、詰まったら1から言うっていうのでひたすら繰り返すのが有効なんですけれども、このイメージ暗記法っていうのは、何がいいかというと、取り出すのにはやや時間かかるんです。ただし、長く持ちます。ね。反復暗記っていうのは消えやすいんですね。続けていないと。イメージ暗記は一回ガチッと入れたら割と残りますね。それが有利ですね。つまり何度もやる必要なくなります。なので、こういう選びなさい問題の時には有効なんですよ。では、イメージ暗記の方法、今から3つやっていきましょうね。1つ目、一番最初に言葉、ね、覚えたいなと思う言葉をイメージに変換します。絵になるってことです。絵にするってことね。で、2つ目、そのイメージを連結させます。つなげますね。1個目と2個目、2個目と3個目、3個目と4個目っていうふうに、今日8個あるんですけれども、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、7、8、6、7、7、8っていうふうに2個ずつつなげたイメージを作っていきます。